あなたは好きになりすぎて憎しみが生まれる感覚を理解できますか？遡ることおよそ21年前の2002年、アメリカ・ニューヨーク。私、ニューヨークに行ってブロードウェイのダンサーになる。そう言って地元を飛び出した一人の少女がこの街にやってきました。少女の名前はキャサリン・ウッズ、当時17歳。音楽教師の父のもとで育ち、幼少期からダンスを続けてきた彼女は類いまれな才能の持ち主。前向きで明るい性格も相まって、地元の家族や友人たちは皆キャサリンの成功を信じてやみませんでした。そしてニューヨークで彼女を待っていたのはレッスンやオーディションを重ね、夢を追いかける日々。しかしそれだけではありません。キャサリンが地元で人気者だったもう一つの理由は、彼女が多くの男性を虜にする美貌を持っていたため。そう、キャサリンはここニューヨークでも2人の男性と三角関係になり、殺されてしまうんです。ブロードウェイの舞台を目指し、都会に飛び出し夢を追う少女。多くの男性に愛された彼女が命を奪われてしまった理由とは。果たしてあなたはどの男が犯人か見抜けるでしょうか？おそす、うちのルナが世界で一番可愛い猫だよ。ケンちゃんです。ヤミリちゃんの可愛いヤミヤミコです。うちの姉妹チャンネルミッドナイトムーンのヤミリちゃんの人形を視聴者さんがね、作ってくれてる。ミリもついてるんだよ。このミリってキャラクターはですね、ヤミリの髪の毛をむしってできた髪の毛でできたキャラクターなんですけど、すごいよね。ちゃんと左腕もないの。ヤミリって人間に抑圧されて腕もがれててね、左腕ないんですよ。ちゃんと再現してる。喋り出すかもしれないわよ。嬉しいですよね。ミッドナイトムーンというアニメの姉妹チャンネルあるんですけど、ぜひね、皆さん見ていただければと思います。じゃあここに置いとくから見る。いいじゃんいいじゃん。そこでね、ハートの横で。本日ご紹介するのはアメリカ・ニューヨークで起こった殺人事件。ブロードウェイを目指す若きダンサーが惨殺されてしまうんです。夢仲間で道を断たれちゃったってこと？それは。そうなんです。いたたまれない気持ちになるな、それは。彼女がまだ生きていれば、ブロードウェイで活躍していたかもしれないんです。それぐらい才能に溢れていた彼女。なんと男性2人と関係を持っていたんです。けしからんすね。つまりね、たまたじゃない。まあそういうことなんですけど、この奇妙な三角関係って言いづらいんですけど、三角関係をもとに皆さんもこの事件の真犯人誰なのか予想してみてみてください。2人の容疑者。遡ることおよそ18年前の2005年11月27日、アメリカ・ニューヨークアッパーイーストサイド地区のアパートを訪れた警察は、住民の男性に事情聴取を行っていました。俺が車を取りに行っている間にこんなことに、どうして顔を真っ青にしながら完全に取り乱した様子で話すその男性の名はデビッド・ホーン。彼が警察を案内した寝室は物が散乱した状態で、床も壁も真っ赤な鮮血に染まっていました。そして部屋の中央でうつ伏せに倒れているのは血まみれになった女性の遺体。女性は全身20箇所を刺されており、喉をかき切られた末に亡くなっていたんです。亡くなった女性の名前はキャサリン・ウッズ。21歳の彼女はブロードウェイの舞台を目指すダンサーで、3年前からニューヨークで暮らしていたといいます。アパートに居合わせたデビッドは被害者キャサリンと3年間一緒に暮らしているルームメイト。彼はこの日キャサリンを仕事場へ送るために車を取りに行き、その間に彼女は無残な姿で殺されていたというんです。そして現場検証を行っていた警察は彼に向かってこんな質問をします。あなたの足のサイズを教えてください、デビッドさん。そう、現場には犯人のものと思われる血のついた足跡が残っていました。その靴のサイズは 28.5 センチ。もし靴のサイズ合ってたらさ、デビッドかなり怪しくなってくるんじゃないこれ。まあそうなんですけれども、デビッドね、ここから不可解な発言をするんです。はい、靴のサイズは 28.5 センチです。警察の質問に恐る恐る答えたデビッド。彼の靴のサイズは現場に残された足跡とぴったり一致していました。そもそもこの日アパートにいたのはデビッドと被害者キャサリンの2人だけ。車をアパートの前に回すわずかな時間に他の誰かがキャサリンを殺害するとはとても考えられず、デビッドの犯行であることは明白に思えました。実はもともとデビッドはキャサリンと交際しており、この年の初めに別れたばかり。別れても引き続きルームシェアを続けていた2人に何かいざこざがあったとしてもおかしくはありませんでした。しかし疑いの目を向けられたデビッドは必死で容疑を否認すると、こんなことを言い出したんです。犯人はきっとキャサリンの今彼だ。 Why?
何、元彼なのにまだ一緒に住んでるってことでしょ？どういうこと？それ関係複雑すぎない？綺麗な人だったんで、モテてたんでしょうね。ただ男の方もキモいっすよね。そこまで言わないであげて。どっちもどっちか。そのまま一緒に住んでんのおかしいじゃん。おかしいよ。どっちもどっちよ。でも分かんないっす。世界って広いから。俺の方がおかしいのかも。もしかしたら。もう分かんない。お前もおかしいし、俺もおかしいし、あなたもおかしいっすよ。そしてですね、キャサリンの今彼はとても殺人を犯すとは思えない人物だった。その日の夜はサッカーを見に行っていました。キャサリンとは会っていません。ショックを隠しきれない様子で警察にそう語ったのは被害者キャサリンの今彼ポール・コルテス。ヨガのトレーナーをしている彼はキャサリンが元彼デビッドと別れてすぐ彼女と交際をスタート。爽やかで好青年なポールは周囲からの評判も良く、キャサリンとも親公認の仲。彼が被害者を殺害したとはとても思えませんでした。やはり元彼のデビッドが怪しいか。しかし警察が引っかかっていたのはポールの靴のサイズもまた現場の足跡と同じ 28.5 センチだったということ。元彼のデビッドが怪しいものの確固たる証拠がない以上、今彼ポールへの疑念も拭いきれず、警察はもどかしい捜査状況に頭を悩ませることになるんです。靴のサイズも一緒ってまたもうこれややこしくなってくるわよ。そうですね。仮に2人のどっちかが犯人だったとしてもさ、血のついた靴なんて絶対処分するじゃないこれ。そもそも一体彼らにどんな動機があったのか気になりますよね。実は元彼、今彼、そしてキャサリン自身のこの三角関係、非常に複雑なものだったんです。別れても好きな人。私、ニューヨークに行ってブロードウェイのダンサーになる。2002年、当時オハイオ州で暮らしていたキャサリン・ウッズは高校卒業をきっかけにかねてから思い描いてきた夢を両親に打ち明けます。そして両親はキャサリンにそう打ち明けられた時にはすでに彼女を手放しで応援するつもりでいました。音楽教師の父を持つキャサリンは幼少期から音楽に囲まれて成長。その中でも特にダンスを愛し、長年必死に打ち込んできました。年頃になり熟練のダンステクニックを身につけた彼女は容姿端麗で明るい性格も手伝い、地元の友人たちからは完全にスター扱い。ブロードウェイで活躍したいと言い出しても何ら不思議ではない逸材に成長していたんです。わかった、精一杯やってきてごらん。そう言ってキャサリンを笑顔で送り出した両親。ここから彼女のニューヨークでの生活が始まりました。めちゃくちゃ素敵な子だけどね、東京にさ上京してきてちょっと変わっちゃうのと一緒にニューヨークでこんなことになっちゃうなんて思ってもいなかったでしょうね。両親もまさか自分の娘が殺人事件に巻き込まれるなんて思ってもなかったでしょう。予想外よ。こうして華々しく幕を開けたように思えたキャサリンのニューヨーク生活。しかし現実はそう甘くはありませんでした。またダメだった。キャサリンは何度もオーディションに挑戦するもののなかなか合格できず、プロの世界の厳しい洗礼を受けることになるんです。地元ではみんな褒めてくれたけど、所詮はアマチュアレベルなのよね。しかしそうやってキャサリンが落ち込んでいると、大丈夫だって、俺らはまだ若いんだ、何回でも挑戦すればいいんだよ。笑ってそう話しかけたのは地元オハイオ州で暮らしている頃からの恋人デビッド。ラッパーを目指していたデビッドは夢を追うキャサリンの行動力に触発され、一緒にニューヨークについてきたんです。両親がおらず養護施設出身のデビッドは空知こそキャサリンと違うもののお互いに刺激し合える似た者同士。二人は深く愛し合い、一時は結婚を考えるほどの仲でした。しかしデビッドには一つ大きな問題があったんです。何？じゃあ実はデビッドが主乱だったとかってこと？違うんですけども、このヤバい彼が今回の事件のきっかけになってしまったとも言えるんですけど。じゃあデビッドが犯人？デビッド、私たち別れよう。この家からも出て行ってほしい。二人のニューヨーク生活が始まって3年が経った2005年の初め、キャサリンは突然デビッドにその言葉を告げました。その理由はデビッドが家賃を払わない状態がずっと続いていたから。夢を追うことに夢中な彼は収入がなく、生活費のほとんどをキャサリンが負担していたんです。しかし絶対に嫌だ、俺はこの家を出ていかないからな。突然の別れを受け入れられないデビッドはアパートを堅くなに出ようとはせず、結局はキャサリンも根負けして同性の続行を受け入れてしまうんです。キャサリンを支えていたはずのデビッドはいつの間にか彼女に依存するようになっており、その生活から抜け出すことなど到底できなくなっていました。彼女は俺を愛している。別れるって言ってもどうせ一時的なものさ。そう信じていたデビッドですが、この後その淡い期待を見事に裏切る出来事が起こるんです。で、ここで今彼のポールが出てきて付き合ったってことでしょ？もうこれ別れてすぐ付き合ってんじゃない？別れてすぐとかそういうレベルじゃないんです。あら。デビッドとキャサリンが別れて数ヶ月が経ったある日、アパートに突然現れた来客にデビッドは怪訝そうに眉を潜めていました。玄関ドアを開けるとそこに立っていたのはパーマのかかった髪型が特徴的な好青年。そう、キャサリンの今彼ポールでした。ポールはデビッドが家にいることを察していた様子で、彼を一目見ると動じることもなくこう言ったんです。はじめまして、ポールと言います。僕はキャサリンと
1年前からお付き合いしています。1年前からだと。デビッドは今彼ポールの言葉をすぐには理解できませんでした。それもそのはず。ポールの言う通りならキャサリンは自分に別れを切り出すずっと前から彼と付き合っていたことになるんです。ふざけるな、二度とキャサリンに近づくな。完全に動揺したデビッドはそうやって声を荒げて叫ぶことしかできませんでした。デビッドと付き合ってた時からって、そりゃそうだろうけど言い出せずにいたのかもしれないわね、キャサリンは。まあ腐れ縁ですからね、言い出しにくかったのかもしれないですよ。僕らも6、7年ぐらいの仲なんですけど。何か言えないことでもあるの？いや、ないけど、仲良くなると照れくさかったりさ、素直になれないとかさ。好きなの？私のこと。そしてこの浮気とも言える出来事、デビッドの心にある感情を生み出してしまったんです。というわけで本日のメトラーキーワード、アンビバレンスについて。アンビバレンスとは心理学用語で相反する感情を同時に抱くことを意味するもの。恋人のことが好きだけどすごく腹が立つ、痩せたいけど食べたい、会社を辞めたいけど仕事を続けたいなど、人は様々な場面で相反する感情を抱きます。精神分析学の創始者ジークムント・フロイトはアンビバレンスで起こる感情のうち望ましくない方の気持ちがより強く影響を与えると提唱。人は望ましくない気持ちを意識しすぎてしまう傾向にあり、そのストレスから神経症を患ってしまうケースもあるとされるんです。恋愛におけるアンビバレンスは自分は愛していても相手の気持ちを思い通りにはできないために生まれる葛藤。人は相手への愛情が強いほど気持ちを裏切られた時の憎しみも強くなりやすいと言えるんです。じゃあデビッドはキャサリンをすっごく愛してた分さ、憎しみを抱きやすい状況にあるってことじゃない？じゃあデビッドじゃないの？この状況になってね、デビッドも、どう出るかってとこではあるんですけど、実は今彼のポールも同じような感情を抱いていたんです。報われない愛情。やはりデビッドは僕たちの関係を知らなかったな。デビッドとキャサリンのアパートを訪れた後、ポールは深いため息をつきながら帰路についていました。ポールはこの日の約1年前、2004年の半ばに自身がトレーナーを務めるヨガ教室でキャサリンと出会い交際するように。そしてキャサリンから元彼デビッドの生活費を負担していることや別れを切り出せずにいることをずっと相談されていたんです。今回ポールが2人のアパートを訪れたのは、そんな元彼デビッドにキャサリンとの関係にけじめをつけさせるため。その行動はポールがキャサリンの今彼であることを考えれば当然にも思えます。しかし実はポールがその行動に出た本当の理由は、何よりキャサリン自身のことが心配だったからなんです。なぜならキャサリンは元彼との生活費を工面するためにストリップバーで働いていたから。キャサリンがどういう気持ちでここで働いてたかは知らないんだけど、それだけ生活が切迫してたってのは間違いないわけね。生活費のこともそうですし、ポールがより心配していたのは、ストリップバーで働くことによってキャサリンがいろんなトラブルに巻き込まれてたからなんですよ。ポールがデビッドのアパートを訪れる少し前の2005年4月真夜中、ポールの携帯にかかってきたのはキャサリンからの着信でした。どうしたのこんな時間に。何の気なしに電話を取ったポール。すると、お願い今すぐ来て。電話の向こうで泣きじゃくるキャサリンの声は明らかに異常事態を物語っていました。その後ポールはキャサリンが働いている店まで走ります。すると店の中ではキャサリンが泥酔して立つこともままならない状態で待っていたんです。ポールに支えられながらなんとか店を後にした彼女は泣きながらこう言いました。お客さんが私の飲み物に薬を入れたのかもしれない。その後は覚えてない。体を震わせ泣きわめくキャサリンを前にポールは仕事を辞めるように説得するんですが、それでも彼女は首を縦には振りませんでした。私にはお金が必要なの。そうやって苦い経験をしながらもストリップバーの仕事を辞めようとはしないキャサリン。こうなったら仕方がない。キャサリンの両親とも付き合いがあったポールは彼女の父親にその事実を打ち明けることに。夢を追いかけてニューヨークへやってきたキャサリンは当然この仕事をやっていることを両親には話していませんでした。ポール、どういうこと？どうしてパパに喋ったの？ストリップバーでの一件があった数日後、キャサリンは怒りをあらわにポールに詰め寄っていた。仕方ないだろう。君のことが本当に心配なんだ。ポールはキャサリンをなだめようと必死に弁解するが、両親に仕事のことを知られたくなかった彼女の怒りは到底収まりそうもない。勝手に告げ口するなんて最低よ。ポールの言葉を押し切りまくし立てるキャサリンはその口調をどんどん荒げていく。仕事を続けるかどうか私が決めるの。あなたには関係ないわ。ポールが彼女を思えば思うほど反発するキャサリン。何を言ってもどんな行動を起こしても彼女にその思いが届くことはない。その状況にポールは自分の中の愛情が何か別のものに変わってしまう感覚を覚えていた。全部君のためを思ってのことなのに、もう何を言っても無駄なんだね。
ポールがキャサリンと元彼デビッドのアパートを訪れたのはこの少し後のこと。しかしポールが直接話をしに行ってもデビッドがアパートから出ていく気配はなく、キャサリンを苦しめている経済状況が変わることはついにありませんでした。そして迎えた2005年11月27日の夜、キャサリンはストリップバーへの出勤前に何者かによって殺害されてしまうんです。なんか元彼が犯人な気もするし、今彼が犯人な気もしてきたし、どっちなのよ。キャサリンを本当に愛していたのはどちらなのか、そして真犯人はどちらなんでしょうか。どっち？愛情の正体。キャサリン殺害の容疑に対していくら尋問を行ってもそれぞれ容疑を否認し続けていた元彼デビッドと今彼ポール、2人のその態度に捜査は完全に膠着状態となっていました。しかし実はそんな状況下で再度行われた現場検証によって見落とされていた証拠が発見されるんです。それは現場のベッドのマットレスの下に隠れていた血まみれの指紋。警察は急いでその指紋を元彼デビッドから採取したものと照合しました。するとその結果は不一致。こうして元彼デビッドの容疑は晴れることに。しかしクソしてやられた。そう、実は今彼ポールは指紋の採取をせずに取り調べを終えていたため、デビッドの容疑が晴れてもポールを犯人だと断定することはできなかったんです。勾留されていない状態では指紋採取はできないため、ポールの指紋と現場の指紋を照合するには何か別の証拠を見つけて逮捕する必要がありました。もどかしいわね。もうデビッドが犯人じゃないのはもうほぼポールの犯行なのにさ。しかしですね、警察はこの後あることをきっかけにポールの逮捕に成功するんです。ポールの逮捕へ向け再度捜査を開始した警察は早速彼の周辺人物から足がかりとなる情報を入手します。メトラの皆さんはポールが事件当日のアリバイを聞かれた際、サッカーを見に行っていたと答えたことを覚えているでしょうか。これに対しポールの友人からは次のような証言が得られたんです。ポールがサッカー観戦？そんな趣味があるなんて聞いたことないですよ。同時に携帯電話の通信記録を調査した結果、事件当日ポールはキャサリンの自宅から数十メートルの距離で彼女へ電話をかけていたことが判明。ポールの自宅はキャサリンの自宅と数キロ離れており、事件当日キャサリンに会っていないと話をしていたポールのアリバイはかなり怪しくなってきたんです。そして決め手となったのはある一人の女性の証言。キャサリンが殺害された事件の報道を目にし、警察署へ駆け込んできたその女性は憤りをあらわにこう言ったんです。あのポールって男を逮捕してください。私は1年前あいつに無理やり犯されたんです。こうしてポールは強姦の容疑で緊急逮捕されることに。そして指紋を採取するとポールのそれはキャサリンの殺害現場にあった指紋とぴったり一致したんです。正直さ、キャサリンを心から愛してたっていうポールには同情してた気持ちもあったんだけど、一気に吹っ飛んだわよ、そんなの。先ほどもメトラキーワードで出てきたアンビバレンスって言葉、本当の愛情を持ってれば持ってるほど逆の感情もとか言ってたと思うんですけど、そもそもこのポール、本当の愛情すら疑わしいっすよね。わからない。こうして事件から約1年後の2007年2月15日、ポールは第2級殺人の罪で終身刑の判決を下されることに。裁判の中でも彼は一貫して罪を認めようとはしませんでしたが、もはや言い逃れできる状況ではなかったんです。好青年で周囲の評判も良かったポールですが、その穏やかな性格の裏には計り知れない狂気が隠されていたんです。彼はキャサリンと交際を続ける日々の中で日記をつけており、その内容はいかにも嫉妬と執着に満ちたものでした。なんでキャサリンは俺の言うことを聞かないんだ。殺したくなったから、喉をかき切って殺してやりたい。夢を追いかける美しく前向きな女性はその魅力ゆえに多数の男性に愛され、そして意図せずに恨まれることに。人を魅了できる才能を持った彼女には夢の舞台で活躍できる未来も待っていたのかもしれません。僕は今回の事件を通し、執着を愛情と取り違えることの愚かさを改めて痛感させられました。